皆さん、私カレンゲームラボのカレンです。今回は過去にこのチャンネルで紹介したタイトルの中で現在全く新情報がなくなってしまったタイトルの現状を踏まえつつ概要などを紹介します。題して開発進捗ないけど大丈夫？あのゲームの今の5本をお送りします。今後リリースできたら間違いなく良作となるタイトルなので最後までぜひご覧くださいませ。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。最初のタイトルはドケビ。リリース日は未定。ジャンルはドケビ収集オープンワールドアクションアドベンチャー。開発はパールアビス。プラットフォームは PC コンソール。開発元であるパールアビスは大ヒット MMORPG 黒い砂漠の開発元ということで高い技術力を持った開発スタジオ。また最近では黒い砂漠の開発陣が送る新作オープンワールドアクション赤い砂漠の開発が進んでおり近々リリース予定となっております。そんな開発元が送るドケビとはどんなゲームなのか軽く紹介すると、ドケビと呼ばれる精霊や妖怪を探しに旅立つ冒険を独特な世界観で表現したドケビ収集オープンワールドアクションアドベンチャーゲーム。優れたアクション性と自由度の高さが特徴。開発元であるパールアビスの次世代開発エンジンを通してコンソールと PC 向けに開発が進められているタイトル。公開されている映像では様々な移動アクションやリアルタイムの戦闘、フィッシングなどミニゲームなどが見られ、キャラを自由にわちゃわちゃ動かすことができてものすごく楽しそうですよね。なんといってもこの映像クオリティの高さ、写実的なマップとポップなキャラクター表現が融合したユニークな作りもなかなか印象的。ゲームの特徴はポケモンを踏襲しつつ表現はスプラを参考にしてそうですよね。で、本タイトルは2019年に開発発表があり、その後公式 X や Facebook で精力的に新情報を公開するなど認知を拡大しファンを楽しませる内容で盛り上がりを見せていて、これを初めて見た時はやばいのがリリースされるぞと、めちゃくちゃ面白そうじゃないかと期待していたんですが、なんと22年1月27日を最後に更新がストップしてしまい、その後全く音沙汰がなく公式からの発表がないままパールアビス第3四半期決算を迎え、その中で発表があり赤い砂漠の開発に注力を注ぐためドケビのリリース時期については未定とするとのことで、赤い砂漠の開発が一段落してからドケビの開発も進んでいくのかなといった感じ。開発中止にはなっていないもののいつになることやらといったところ、もしもの話は野暮ですが仮に開発が順調に進んでいれば23年頃か24年中にはリリースしてた可能性があって、そうなるとパルワールドともろに被ってた可能性ありますよね。そうなるところを見てみたかった。一体どうなっていたのか気になります。ということでまだまだリリースは先ではありますが今後進展があればまた紹介しようと思います。続いてのタイトルはプロジェクトスター。リリース日は未定。ジャンルは RPG。開発はお隣韓国のゲーム開発スタジオビサイド。プラットフォームは不明。世界観が学園風ファンタジー。本タイトルは21年にリリースしたカウンターサイドを手掛けるスタジオビサイドの次回作。カウンターサイドのつながりも感じさせる要素もあり、ファンには嬉しい要素なんではないでしょうか。カウンターサイドをよく知らんという方のために簡単に紹介すると、ジャンルはスクロール型タワーディフェンス。タワーディフェンスでは珍しくチビキャラではなく等身キャラがバトルを繰り広げ、戦略性あり派手なスキル演出ありと楽しめる内容となっております。特に物語は重厚でダークな側面やサスペンス的な要素があり結構楽しめる内容だなと個人的には感じております。カウンターサイドの概要はこんな感じで、本作プロジェクトスターはファンタジー要素のある新作アニメ調単性 RPG で、最近ではスターレールがアニメ調 RPG の筆頭となりそこに寄せてきたかなといった印象。映像を見る限りキャラデザも悪くなく見た目の第一印象はクリアしてるんじゃないでしょうか。実際の遊びの要素については現時点で不明なので今後の新情報に期待しつつ現在の状況について調べたところ、スタジオビサイドの直近のプレスリリースを見たところ、どうやらプロジェクトスターの開発資金調達のための投資誘致をしていたようで、投資家からはプロジェクトスターの可能性を高く評価してもらえたということで順調に資金の調達ができたみたいです。それ以外に継続してプロジェクトスターにおける開発スタッフを随時募集していたりと、開発中止どころか絶賛開発中ということで一
と安心です。またその他情報がないか韓国主力ゲームメディアであるハングルアップ、ネイバーゲーム、インベンで調べたところ、インベンのみスタジオビサイドのプレスリリースに記載されている内容が公開されていただけとなり、追加での情報を見つけることはできませんでした。とはいえしっかりと開発が進んでいることが分かったので、リリース自体はあと2年後くらいになりそうですが、今年中には何かしら最新情報が入るのではないかと推察します。スターレールに続く新作アニメ調 RPG なので期待したいところです。また新情報があれば改めてお伝えします。続いてのタイトルはアネンディングダウン。リリース日は未定、ジャンルはオープンワールドアクション RPG、 開発はパーセスフェイトスタジオ、プラットフォームは不明ですがマルチプラットフォームによる展開予定。本タイトルは荒廃した世界をアニメ調で表現し、バトルはダークソウルや赤狼を彷彿とさせる緊張感を感じさせる内容で、剣同士がぶつかる演出や屋根から飛び降りての暗殺シーン、さらに弾き要素のパリーや矢も剣で落とせたりと多彩な攻撃手段で攻略していくといった内容。映像を見ている限りクオリティの高さが伺えますよね。で、本タイトルは2023年6月に情報が公開されて以降全く情報がなく、当時の情報としてはアンリアルエンジン5を採用し開発していること、開発メンバーはネットイース出身のクリエイターで結成されていること、プラットフォームはマルチプラットフォーム展開が予定されていること、これくらいしか情報が分からず、今回改めて深掘って調べたところ、ボス戦ではローグライク要素を加えること、複数キャラクターによる編成が可能なこと、リリース時期は未定で数年先になることということまで分かった内容で、開発進捗における最新情報は現時点では不明のまま、もうじき情報公開から1年が経過するので、今年中には何かしらの進展があることを期待しつつ続報を待ちたいと思います。最新情報があれば改めてお伝えします。続いてのタイトルはプロジェクト NB。 リリース日は未定、ジャンルはオープンワールド RPG、 開発はブラックストーム、プラットフォームは iOS、Android、PC。 情報書出が23年11月に発表があり、それ以降新情報がない状態。簡単にこのゲームについて解説すると、開発のブラックストームは韓国に拠点を置き、2021年に設立した開発スタジオ。会社コンセプトの一つとして RPG 専門の開発会社を目指しているとのことで、開発メンバーはサマナーズウォー、スカイアリーナ、妖怪ウォッチ、メダルウォーズなどに携わった方々が所属しており、特にサマナーズウォーはスマホゲームに革新をもたらした RPG で、このゲームシステムを各社こぞってベンチマークするくらいよくできているゲームで、そんなゲームを開発していたメンバーが揃っているブラックストームからアンリアルエンジン5を採用したカートゥーンレンダリングで表現されるアニメ調新作オープンワールド RPG プロジェクト NB の開発が進んでいるということで、かなり力の入っているタイトルとなってます。本作はオープンワールドを採用していることで、探索や冒険の楽しさを提供し、さらに没入感の高いタイトルとなっていて、戦略性のあるバトルが楽しめる内容。PV 見てわかる通り、バトルが崩壊スターレールを彷彿とさせつつも、開発者のインタビューでは崩壊スターレールは意識しておらず、似ている理由の一つとしてはベンチマークとして参考にしたタイトルが似ているのではないかと推察していて、本作はドラゴンクエスト11やペルソナ5を参考にしているとのことです。また完全ターン制ではなくカウントターン方式を採用していて、キャラの速度によって攻撃の順番が決まる内容。そのため速度を上げることで攻撃回数を増やすことができ、よりバトルを有利に運ばせることが可能になるとのことです。またカウントターン方式を採用することで戦略性やより多くの編成を楽しむことができるとのことです。本作はシングルプレイでも遊べるものの、どちらかというとマルチプレイの要素が強く、 PVE やギルドコンテンツ、さらに PVP などが実装される予定で、通常の PVP 以外にもピック&バンを採用したコンテンツなど、特にプレイヤー同士の競争コンテンツは数多く取り入れていくようです。そして本作の特徴として、各キャラクターにはレアリティの概念がなく、キャラのレアリティによって評価されないようにし、それぞれの特性を分け、個性的な組み合わせができるようにしていて、汎用性の高いキャラもいれば、他のキャラとの組み合わせで最大限に能力を発揮できるキャラなど、様々なキャラクターを使えるようにしていて、リリース時点では30名ほどのキャラが実装される予定とのこと。というのが情報公開時の内容で判明しており、結構細かいところまで情報が出ている状態。現時点で開発に関わる最新情報は、1月19日に
公式 Facebook 上でプロジェクト NB のビルドが完了したとのコメントがあり、投資家向けのロムが出来上がったような気がします。ちなみに今回ブラックストームはプロジェクト NB とプロジェクト XT の2つのプロジェクトが動いており、両プロジェクトにおける投資誘致を行い150億ウォン、日本円で約16億円を調達していることから、何が何でもリリースまでこぎつけると思われます。最新情報については今年の G スターあたりで情報が出てくるような気がしますので、またお伝えできる内容があれば改めて紹介しようと思います。続いてのタイトルはプロジェクトリボーン。リリース日は未定、ジャンルはオープンワールドアクション RPG、開発は Nax Games、プラットフォームは iOS、Android。簡単にゲームの概要から紹介すると、世界観は剣と魔法のファンタジー、原神モチーフの内容となっていて、移動に対する自由度が高くストレスフリーな感じや、バトルは爽快感とスタイリッシュさを兼ね備えており、当時は評価も高く話題性もあったのですが、22年9月に情報書出し、約1ヶ月はキャラ紹介や開発レター的な内容でコミュニティを盛り上げていたのですが、それ以来パタッと情報が更新されておらず、最新情報を調べてみても本タイトルにおける情報はなく、さらに23年予定していたベータテストも実施されておらず、開発進行が危ぶまれている感じがします。しかも他社ゲームの広告になんと本タイトルの PV を使われてしまうなど、もはやこのタイトルにおける管理がなされていない可能性すら感じられます。で、ちょっと気になるところは、開発元である Nax Games は本タイトル以外に白の物語という MMORPG を開発中で、このタイトル20年にベータテストを実施し、問題点や改善点があるということで、それ以降音沙汰がないのですが、なんと24年3月、先月ですね、番号申請に通っていて、リリースできる状態になってるんですよね。で、番号申請わからない方のために簡単にお伝えすると、中国のゲームはリリースする上で国の許可が必要で、許可が通ると番号が取得できて、リリース準備に取り掛かれるといった流れ。で、もしかしたら同名タイトルかなと思って調べたのですが、そうでもないようなので、過去に申請したものが今になって許可が降りたのかなと、そんな感じなんですかね。さらに在籍している開発スタッフの大量リストラがあったりと、あまり良い話が出てこないんですよね。もしかしたらプロジェクトリボーン開発中止になっている可能性ありますね。結構面白そうなタイトルだったので気にしてはいたのですが、雲行きが怪しいですね。はい、今回はリリースできたら間違いなく良作となるタイトル5本を紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どれも面白そうなんですが、アネンディングダーンとプロジェクトリボーンの開発進行はかなり怪しい感じがしますね。期待せず待ってみようと思います。ということで、チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。